球の皆さんこんにちは。防衛チーム大隊ブラック、どうもケツくんです。今日はヒーローとしての初代ウルトラマンのこれまでの活躍を解説していく動画です。作品についての解説はまた別の動画で出したいと思います。この動画を最後まで見て、55年間毎秒かっこいい初代ウルトラマンの偉大すぎる活躍を振り返って、55年分の感謝の気持ちを全力で叫びましょう。チャンネル登録をしてくれたら人間標本をプレゼントします。近年かなりのマッチョ化がささやかれているマン兄さんこと初代ウルトラマンですが、皆さんご存知の通り M78 星雲光の国の出身で、初登場時の年齢は2万歳で、活動時間はもちろん3分、宇宙警備隊の一員で、一応銀河系局長という設定もあるみたいです。親のウルトラマン、親トラマンも偉いので、いわゆるエリートってやつですね。いいな。ウルトラ兄弟の2番目でM78 ワールドの地球を最初に守ってくれた怪獣退治の専門家、我らのウルトラマンです。地球周辺の宇宙をゾフィーが人知れず守ってくれていたとかはあったんですけど、がっつり地球人と一体化してまで長期間地球を守ってくれたのはこの方が初です。基本的には超無口でほとんど言葉を発することはありません。戦闘スタイルは全体的にバランスが良くて、いろんな技を持った万能戦士という感じです。空中戦も地上戦も水中戦も光線技も体術もバリアも斬撃も全てが高水準で、汎用性が高い強さを持った頼れる兄さんです。強いて言うなら投げ技が得意とされる場合もあります。地面に怪獣を叩きつけて倒したこともあるぐらいですからね。あと今のウルトラマンみたいになんというかかっこいい体術というよりも喧嘩みたいな泥臭い体術を使って戦います。特にキックのフォームの柄が悪くて見ていてすごく痛そうです。必殺技はスペシウム光線、八つ咲き降臨、ウルトラアタック光線、キャッチリングなど他にもたくさんあります。特に使用頻度が高いのは皆さんご存知のスペシウム光線と八つ咲き降臨、ウルトラスラッシュですね。科学特捜隊の早田新隊員と一体化して地球を守るために戦います。はい、ここからは初代ウルトラマンのこれまでの活躍を時系列順に解説していきます。皆さんご存知とは思うんですけど、ウルトラマンは任務で宇宙怪獣ベムラーを怪獣墓場へ護送中だったんですけど、なんと脱走されてしまって、それを追いかけている途中で科学特捜隊の早田隊員と衝突してしまって死なせてしまいます。逃げられただけではなく早田隊員を死なせてしまうというやらかしに次ぐやらかし。怪獣墓場へ運ぶはずなのになんでベムラー生きてんのとか、そういうツッコミはなしです。罪悪感に駆られたウルトラマンは、申し訳ないことをした早田隊員ってちゃんと謝罪して、その代わり私の命を君にあげようって言って、早田はそれに対して君の命を君はどうなるって聞きます。早田隊員って本当に冷静ですよね。僕だったらテンパりまくって質問攻めすると思います。君はどうなるって聞かれたウルトラマンは、君と一心同体になるのだ、そして地球のために戦いたいと言ってめちゃめちゃ償おうとしてくれます。任務とか大丈夫って疑問はありますけど、なんだかんだこうしてウルトラマンが地球を守ってくれることになります。そしてベータカプセルを早田隊員にかなり雑に渡して、ちょっと不安そうにしていた早田に心配することはないって言うんですけど、全然説得力ないんですよね。怖すぎるでしょ。いきなり現れた銀色の宇宙人にそんなこと言われても。とにもかくにもこうして早田イコールウルトラマンとなって、普段は人間として地球で生活しながら怪獣や宇宙人から人類と地球を守ってくれるヒーローとなりました。そしてウルトラマンの本編でウルトラマンに興味がない人でも知っているようなそうそうたる有名怪獣や有名宇宙人たちと、時にはちょいちょい顔も変わりながら数々の激闘を繰り広げて家督隊と一緒に戦ってきたんですが、はい、この皆さんご存知宇宙恐竜ゼットンに地球に来て初めて敗北を喫してしまいます。普通なら早田隊員もウルトラマンもここで死んでしまうんですけど、皆さんご存知の通りウルトラ兄弟の長男ゾフィーが秒で助けに来てくれます。負けることを事前に分かっていたぐらいの速度で、ここに命を2つ持ってきたとかわけわかんないこと言って助けに来てくれます。ウルトラマン光が開発した命の固形化という技術ですね。その2つの命で早田隊員とウルトラマンの両方を救ったゾフィーに連れられて、ウルトラマンは地球を去ることになります。この時早田とは当然分離しています。地球を去った後も任務の合間を縫ってウルトラマンは後輩たちを助けてくれます。帰ってきたウルトラマンジャックが
ナックル星人に心身ともに本当にひどい目に遭わされていた時に、ウルトラセブンと2人でウルトラの星作戦でジャックを救出します。それが帰ってきたウルトラマンの38話なんですけど、これがもう神回すぎて、当時もしツイッターとかがあったらものすごい祭り状態になっていたと思います。でもナックル星人が俺のアキちゃんを殺したことは根に持っています。その後も帰ってきたウルトラマンの最終回で郷秀樹にアドバイスをしたり、ウルトラマンエースが北斗と南にウルトラリングを与えるのに立ち会ったり、元気な姿をちょいちょい見せてくれていました。しかしウルトラマンエースの13話14話でヤプールの罠に兄弟仲良くハマってしまってゴルゴーダ製で貼り付けにされたり、26話27話でヒッポリト星人に追い詰められたエースを助けに行ったはいいものの、またまた兄弟仲良くまとめてブロンズ像にされてしまったり、エースの人気中は散々な目に遭います。その後アストロモンストの戦いで瀕死になった東光太郎を他の兄弟たちと一緒にウルトラの国へ連れて行ってウルトラマン太郎と一体化するのを見届けます。そして25話でムルロアの危機と戦うウルトラマン太郎のためにウルトラベルを入手するのを手伝って、ウルトラマン太郎の33話34話では太郎に招待されて兄弟みんなで地球へ訪れました。エース太郎あたりの人気中は基本団体行動で仲良しな感じがしますよね。この時ウルトラ兄弟を前々から狙っていたテンペラー星人が地球に攻めてくるんですけど、兄弟全員でフルボッコにします。その後の太郎の40話では天王星で休憩中だったタイランドと戦って敗北します。その後ババルー星人が化けたアストラの罠にウルトラ兄弟たちまとめてまんまと引っかかって、ウルトラ兄弟とレオ兄弟との殺し合いにまで発展してしまうんですけど、その時初代ウルトラマンがあの有名な一言「レオ、俺たちはアストラを殺す」という暴言を吐いてしまいます。ダメ、絶対そんなこと言っちゃダメ。このウルトラマンも偽物なんじゃないのっていうレベルの暴言ですよね。同い年の慈愛の勇者が聞いたら怒りますよ。昭和日記では何とも言えない微妙な活躍になっていたウルトラマンですけど、その後は6兄弟力を合わせてあのグランドキングを倒したり、ウルトラマン80に技を教えていたことが発覚したり、ちゃんと仕事もしています。1986年にはセブン、ジャック、エースと一緒に変身能力と引き換えにしてまでユーキラーザウルスを神戸港に封印します。その後20年もしれーっと地球人として地球で生活しています。戸籍とかどうなっとんねん。神戸港の空港長とかになって普通に地球人として出世してましたからね。そして2006年にウルトラマンメビウスが日々の未来という名前で地球防衛の任務に就くんですけど、地球で未来に我々ウルトラマンは決して神ではない、どんなに頑張ろうと救えない命もあれば届かない思いもあるというあの有名な言葉を授けてくれます。ウルトラ兄弟とウルトラマンメビウスと協力してユーキラザウルスを倒した後は変身能力も無事に戻って、メビウスの47話ではメビウスと一緒にあのメフィラス星人と戦います。その途中でパラレルワールドの別のハヤタの記憶と同期して違う世界でウルトラ兄弟たちと平成3部作のティガ、ダイナ、ガイアと共同してギガキマイラと戦います。その後は元の世界でウルトラ兄弟たち全員で協力してエンペラ星人の手によって太陽を覆っていた黒点を消し去ります。その後数千年の時間が経過した後、惑星ボリスの異常を察知して怪獣を倒しに行くんですけど、レイブラッド星人に封印されてしまいます。封印されて石化されているのに生存者を守るために結界を張って、そしてレイにテレパシーを送って生存者を連れてこの星を脱出するように命じます。自分の命が尽きそうになりながらも生存者を守ろうとするぶっちぎりのヒーロームーブを見せつけてくれます。アストラを殺すとか言ってた人と同一人物とは思えないですね。その後レイモンに封印を解いてもらってザップのペンドラゴンに襲いかかるキング・ジョー・ブラックを引き剥がして惑星ボリスの大爆発の中に消えていくんですけど、もちろん我らのウルトラマンちゃんと生きてました。そしてその後ウルトラセブンと協力してレイブラッド星人を倒します。メビウス本編から数千年も経ってるんですけど、まだ人類が生きてるってことはウルトラマン25話で3026年に地球と衝突すると言われていたツイフォンはなんとかなったみたいですね。その後あのウルトラマンベリアルが脱獄してプラズマスパークを奪って光の国を氷漬けにしてしまいますが、ウルトラマンとセブンはなんとかバリアで氷漬けになるのは回避します。そしてレイやザップやダイナ、ゼロたちと一緒に協力してウルトラマンベリアルを倒します。この時
みんながそれぞれド派手な必殺技を繰り出す中で、ウルトラマンは一人でひたすら八つ咲き降臨をマシンのように打ち続けるシーンがあるんですけど、そのシーンが非常にシュールですので、ぜひ大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザ・ムービーを見てみてください。その後もベリアルが送り込んだダークロプス軍団と戦ったり、ビートスターと戦っていたゼロたちを助けたり、フューチャーアースで怪獣兵器たちと戦ったり、めちゃめちゃ活躍しています。その後ウルトラマン X の宇宙の地球に出現して、ティガと X と共闘しました。ウルトラマンジーダの冒頭のギャラクシークライシスの現場にももちろんいたんですけど、その時のマッチョ具合がやばいです。その後ウルトラギャラクシーファイトニュージェネレーションヒーローズでニュージェネのみんなのことを認知したり、大いなる陰謀ではアブソリュート・タルタロスによって連れてこられたジュラスペクターやモルドスペクター、ウルトラマンベリアル・アーリースタイルやウルトラマントレギア・アーリースタイルと交戦しました。ここまで時系列順に解説してきましたけど、時系列がはっきりわからない出来事もあって、一つ目はウルトラマンティガ49話での、ウルトラマンティガとの共演なんですけど、これに関しては時系列とか以前にウルトラマン本人かどうかすらわかんないんですよね。この回はそんな細かいことを抜きにしてただただ素晴らしい回ですので、もうそれだけで十分かなと思います。2つ目はダークスパークウォーズで人形化していた1000年がどこに入るかですね。これははっきりとした時系列は分かっていないんですけど、れっきとした静止の出来事ですので、先ほどから解説していた流れの中のどこかに必ず入ります。そこでスパークドールズとしてなんですけど、ウルトラマン銀河の手助けをします。ちなみに言い忘れていたんですけど、これまで解説してきたレオ、光、コスモス、ジャスティスもどこかに1000年間人形化していた期間があります。時系列がどこかわからない出来事3つ目は、ウルトラマンオーブに出てきた光の魔王獣マガゼットンを封印した時期もどこかわかりません。各魔王獣たちとウルトラ戦士の戦い見たいですよね、映像で。はい、ざっと駆け足でしたけど、初代ウルトラマンのこれまでの活躍をまとめてみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。ウルトラマン本編でのウルトラマンは問答無用でかっこいいし、昭和2期のウルトラマンももう今では絶対見られないようなマスターを殺すとかね、そういうのもあったりとか、最近の頼もしいマッチョなマン兄さんもかっこいいですし、本当に55年間毎秒かっこいい最高のヒーローだと思います。60周年、70周年、100周年もウルトラマンのファンでいたいと改めて思いました。こんな感じの各ウルトラマンの解説動画ですとか、怪獣のランキング動画など、どんどん公開していきますので、少しでも面白いと思っていただいた方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でさよなら。